皆さん、こんにちは。日本語ポッドキャストジャパミミです。今日も一緒に日本語の耳を鍛えましょう。第35回のテーマはビジネスカタカナ語です。日本のビジネスシーンではカタカナ語、つまり英語っぽい言葉がたくさん使われていますが、実は英語本来の意味と日本語での使われ方がかなり違うものも多いんです。例えば、シェアという言葉。英語では分け合う、共有するというかなり広い意味で使われていると思いますが、日本のビジネスシーンでは資料や情報を共有するという意味に限定されることが多いです。それからフィードバック。英語では評価、改善点という文脈でポジティブにもネガティブにも使えますが、日本語では意見、感想といった感じでポジティブ寄りに使われることも多く、少し圧が弱いとも言われています。今日のエピソードでは、このようなビジネスカタカナ語の中から皆さんに特に覚えてほしいと思うものを紹介していきます。今から大阪の出版社で働くキムさんと上司の森田さんの会話を聞いてください。この会話の中に5つのビジネスカタカナ語が入っています。使い方や意味について考えながら聞いてみてくださいね。ジャパミミ。会話を聞いてビジネスカタカナ語を5つ探してみてね。キムさん、今ちょっといいですか？はい、大丈夫です。明日の会議のアジェンダを確認したいんですが、最初に新刊発売の進捗、その後予算の話という流れで合ってますか？はい、その予定です。アジェンダはさっきメールでも送らせていただきました。了解です。それから新刊発売の件について、書店への連絡は済んでますか？はい、一度ご連絡しましたが、まだ返事が来ていないので、後でフォローしようと思っています。助かります。その内容については、チーム内でコンセンサスは取れていますよね。はい、大きな反対意見はなかったので、この方向で進めることでコンセンサスは取れていると思います。わかりました。じゃあ、その案件はキムさんにアサインしても大丈夫ですか？はい、問題ありません。私が担当します。じゃあ、よろしく。納期まであまり時間がないけど、大丈夫そうですか？正直に言うと少し厳しいですが、この企画にはしっかりコミットしたいと思っています。心強いです。何かあれば早めに共有してくださいね。はい、進捗があればすぐに報告します。ジャパンミミ。さて、今日の会話はいかがでしたか？ビジネスカタカナ語、全部聞き取れましたか？一つずつ確認していきますね。まずは、アジェンダ。森田さんが、明日の会議のアジェンダを確認したいんですが、と言っていましたね。日本のビジネスシーンでは、会議の議題や会議の進め方という意味で使われています。英語のアジェンダは、隠された意図、政治的な思惑という少しネガティブな意味で使われることもあるそうですが、日本語のアジェンダは、今日何を話すか、今日何をするかというシンプルな意味なんです。同じ単語でも
使う文脈が違うことがあるので、皆さんも気をつけてくださいね。次はフォロー。キムさんがまだ返事が来ていないので、後でフォローしようと思っていますと言っていました。英語のフォローは後についていく。SNS でフォローするというのが基本だそうですが、日本語では面倒を見る、手伝う、補足説明をする、後処理をするなどかなり抽象的に使われます。日本語のフォローは I'll take care of it に近い感覚だと言ってもいいかもしれません。だから、キムさんの文にも後でもう一度連絡してみますという意味が入っていると考えたらいいかなと思います。私が会社員だった頃も上司によく新入社員をフォローしてあげてと言われていました。つまり、新しい社員を手伝ってあげてということです。次はコンセンサス。森田さんが、その内容についてはチーム内でコンセンサスは取れていますよねと聞いていました。英語のコンセンサスはほぼ全員の意見が一致している状態というかなり強い合意を表すそうです。でも日本語では大きな反対は出ていない。なんとなく OK な空気というレベルでも使われることが多いと思います。英語のコンセンサスは明確な合意で、日本語のコンセンサスは空気を読む合意と考えるとわかりやすいかもしれません。次はアサイン。森田さんが、じゃあその案件はキムさんにアサインしても大丈夫ですかと聞いていました。英語のアサインは仕事を割り当てるということで少し命令的、事務的な響きがあるそうです。日本語では担当してもらう、役割を決めるという意味で英語よりも柔らかく使われることが多いと思います。そのため日本語の感覚で英語を使うと少し強く聞こえることもあります。カタカナ語だけど人間関係の距離感が日本仕様になっている例ですね。最後はコミット。キムさんがこの企画にはしっかりコミットしたいと思っていますと言っていました。英語のコミットは強く縛られる約束などかなり重たい意味を持つ言葉だそうですが、日本語では本気で取り組む、責任を持つという前向きな意味で使われます。だから英語話者はそんな簡単にコミットって言っていいの？と感じることもあるそうです。日本のカタカナ語は日本で生活する分には本当に便利なんですが、英語本来の意味を知っている人にとっては混乱せざるを得ないですよね。でも日本のビジネスシーンではどんどんこのようなカタカナ語が浸透してきているので、日本で働きたい人はぜひ覚えてほしいと思います。ジャパ耳。それでは今日のポッドキャストはここまでです。今日のテーマはビジネスカタカナ語でした。ビジネスシーンに限らず、いろんな場面でカタカナ語が使われています。
英語本来の意味との違いに気をつけながら、カタカナ語をマスターしていってください。それではまた来週、日本語ポッドキャストジャパミミでお会いしましょう。ありがとうございました。今日覚えたいフレーズ。会議のアジェンダ。会議のアジェンダ。後でフォローする。後でフォローする。コンセンサスを取る。コンセンサスを取る。あなたにアサインする。あなたにアサインする。企画にコミットする。企画にコミットする。